存在に到達する。もうタイトルからして完全に見る人を選んでますね。どちらかというと、一般向けというよりも、超越瞑想を学んだ方や、興味を持った方向けの動画です。今日も。こんにちは。マハリス総合教育研究所群馬オフィスで超越瞑想を教えている森正也です。今日はこの超越瞑想の68ページ。電子書籍版では第1部存在の科学の第2章存在に到達する方法のところです。この話はいつも私の動画を見てくださっている方にはいつもの話なんですが、これはこの本の比較的最初の方に出てくる話で、私の動画では今まで取り上げていない部分なので紹介します。ちなみに存在に到達する方法というのは超越瞑想です。結論ですと、これだけです。ショート動画にできますね。ただそう言ってるだけだと内容がよくわかりませんよね。いかがでしょう。ちなみに存在という言葉については過去動画でも話をしていますが、改めて少し説明します。存在というのはこの世のすべての基盤という感じです。ただしそれは見ることもできないし、触ることもできないし、すべてに浸透しているけれども、そこにあることがわからないというようなものです。雲をつかむような話という表現がありますが、まさにそんな感じです。何かが存在しているという表現でもいいのかもしれません。とにかくこの世のすべてのものの基盤です。そしてここに見えているものがありますよね。机とか本という物質、これらは存在が表現されたものと言われています。空気は目に見えませんが、この中には酸素、水素、窒素、それに目に見えない浮遊物などもあります。そしてそれらも存在から表現されたものと言われています。このすべての基盤というのは、例えば自分の目を自分で見ることができないように、私たち自身が存在の表現ですので、それを感じることも見ることもできません。この手を見てみると、これは存在を直接見ているわけではなくて、存在が表現されたものを見るということになります。で、超越瞑想はこの存在というものを直接体験することができるテクニックです。直接体験できるということは、存在に到達しなければいけないわけですよね。それで今回の動画は存在に到達する方法ということで、その仕組みについてお話をします。まずこの本にどのように書いてあるかと言いますと、まずは存在についてですね。この本の説明ですと、存在は非常界の最も微細な層を超えた絶対実存の超越的な領域に位置しているという説明になります。言葉がちょっと難しいかもしれません。非常界というのは作られた世界、この世の中ですよね。その最も微細な層を超えたというのは、分子とか原子というレベルを超えたもっと小さなものという感じでしょうか。実際には最も小さいものよりも小さく、最も大きいものよりも大きいと存在について説明されることもあります。ちなみに超越瞑想の本の原本、英語の本ですね。そちらを見ますと、微細についてはサブトルで、これは微細な領域、捉えがたいものということです。英語が得意な人はもっと理解しやすいかもしれません。このあたりは多分これらを表現する簡単な単語がないので、
こういう難しい表現になってしまっているんですよね。そして存在のレベルに近いほど微細と言われます。それに対して粗大という表現があります。英語ではグロスで大まかなとか粗大という意味です。粗大ごみというのは通常では捨てられない大きさを言うのですが、ただ大きいだけではなくて精妙で繊細な感じではなく、ただ大雑把な感じで大きさがあるという感じでしょうか。粗大というものにですね、どういうものがあるかと言いますと、例えば普通に目に見えるもの、耳に聞こえる音、鼻で嗅ぐ匂い、触覚で感じる肌触り、舌で味わういろいろな味などがあります。それらが粗大なレベルと言われるものです。もっと微細なレベルというと、顕微鏡とか音の解析ツールなどの機械や測定器などを使わなければ認識できません。これが粗大と微細ということの説明です。次に思考についてです。考えです。私たちは何かを考えますが、それは五感とは関係がないように思われています。しかし実際には思考の過程では五感のうちの一つ以上を必ず含むと言われています。誰かの顔を思い浮かべたり、音とかそういうものが思考とともにあるということです。よく言われる味を思い出せる食べ物屋さんは繁盛するという話がありますが、なんとなく頭の中で味を思い出せるということもありますね。さて、思考の話から知覚の話に戻りますが、先ほども言ったように、この粗大なものを知覚するということには限界があります。小さいものは顕微鏡を使ってみますし、耳に聞こえる音は一定の周波数しか人間は聞こえないと言われています。匂いについては人間よりも犬の方が感度が高いようですし、味についても全てを認識できるわけではないと言われています。つまり何が言いたいかというと、人間の五感が何かを感じることができるのは粗大な領域だけに限られるということです。これはいいとか良くないとかいう話ではなくて、そういうものだという話です。あまりにも五感が発達していたら、かえって生活がしにくくなるような気もします。今の話から私たちの体験は通常こういう粗大な領域だけに限られていることがわかりますね。微細と言われる領域は私たちの普通の体験の範囲を超えたところにあります。肉眼で見えるよりもさらに微細な形が存在していて、それは顕微鏡を使えば観察できます。また耳で捉えられない音は増幅器の助けを借りれば聞くことができます。このようにこの世の中には微細と言われる世界があるのですが、私たちがそれについてよく知らないのは、通常の体験能力が粗大なものだけに限定されているからなんですね。そして存在は最も微細なものを超えているものなので、そこに到達するには体験能力を開発することが必要になります。体験能力を開発するといっても、どのような方法かよくわかりませんよね。私もわかりません。ただ、この本にはそのように書かれています。五感を通して超越する話もあって、それは聴覚や視覚などのどれかの器官で粗大な領域から微細な領域まで行って、それを超越するというやり方です。存在に到達する方法として解説されているのですが、五感のうちのどれか一つを通して粗大な状態から微細な状態を体験していって、最後には最も微細な層を超越すれば存在の状態に達することができると言われています。これについては詳しくは後でまた動画にしてみたいと思います。なかなか興味深い話です。
いずれにせよ存在に到達する方法というのは言われてみれば、ああ、なるほどって思うのですけれども、普通に考えると漠然としてしまいます。存在というのはどこにでもあるものですが、それを体験するというと難しそうですよね。いかがでしょう。すべての源であって、すべては存在の表現であるというヒントから考えると、表現されたものからそれを遡っていくということになります。例えば粘土で何かが作られているという場合には、全体の形からもっとよく見て、この粘土の領域を観察するような感じでしょうか。この世界が存在の表現であるならば、どこからでも存在に到達できるはずです。観察するということではなくて、それを直接体験します。それには粗大な領域から微細な領域に行って、そしてそれを超越するというプロセスになります。それが存在に到達する方法になります。そしてそれを実現するテクニックが超越瞑想です。超越瞑想はマントラという音を心の中で思います。その音には言葉としての意味はありません。そしてそれによって超越して絶対領域の存在に到達します。想念と言われる私たちの考えですね。その粗大な領域から微細な領域へと行って、それを超越します。その時には五感も超越します。言葉で聞くと難しいかもしれませんが、実際に瞑想してみるととても簡単です。誰でもできます。まだ超越瞑想を学ばれていない方は、ぜひ体験していただきたいと思います。なぜ存在を体験すると良いのかという点については、あなたのすべての能力がそれによって開花されるということです。はい、今日の動画は以上です。今日の動画が面白かったという方は、ぜひチャンネル登録やいいねもお願いいたします。嬉しいので動画制作の励みになります。それでもし超越瞑想に興味を持たれましたら、ぜひお近くの瞑想センターで行われている無料の説明会にご参加いただければと思います。今日も動画をご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。